まあでもしっかりなんか自分の足で地面踏みしめて自分をさらけ出す感じの大地の力をあなたにつなげて、それを形にしたいなっていう思いですから。
大分県に住んでいた頃に、自給自足の生活に憧れて、大分県の山間部で結婚してから暮らしてたんですけど、その時に野菜作ったりお米作ったりしてて、自分の手でなんか物を作ってがいいなって思ってて、物を作るのは好きだったんで、自分が本当にやりたいことで、その時になんか雑誌か何かで木軸物だったり円空仏って仏像彫刻に出会ってこれだっていうのを思ったんですけど、その仏像を彫るのがなんかもっと自分が成長してからじゃないとなんかいいものができないような気がしたり、あとその仏像をお金に換えるっていう行為自体がなんかちょっと引っかかってた。それで木を彫る仕事をしたいなっていうのを、暮らしてたとこのなんか倉庫にあった古い材をで最初にお盆を彫ったのが始まりです。なんか海外に放浪ではないんですけど、ちょっとアジアの方で、その時に福岡正信さんの鉈一本の革命っていう本があるんですけど、それを時間あったんで読んだ時に衝撃的だったというか、もうなんか自分が探していたものはなんかこれだ、なんかすごい真理を見た気がして。福岡さんっていうのはその愛媛県の方で自然農法っていう農法をされてた方で、生きていくための食べ物を自分で作ってたら何があっても大丈夫だなって思ってはい。その円空仏っていうのがそのナタ彫りの仏像で、ナタっていうものに興味を持ったのと、結構飽き性なんで同じものを作り続けるっていうのが多分あまり得意ではなくて、ナタで彫ることによって毎回その違ったものっていうか形が違うものが出来上がるので、それが楽しいのと、やっぱそのナタを使うことでその自分の枠を超えた形、想像してないその形ができた時のその喜びとか感動、毎回違った形に出会える喜びと、彫ってる時の自分の心の状態がなんかそのまま形となって現れる感じがあって、結構細かいことしてたらすごいやっぱ作りすぎちゃうっていうか、作為がすごいそこに入っちゃうっていうか、作品と自分の距離がすごい近すぎるっていうか、無作為の要素が入りやすいみたいな。自分の中でちょっと急ぐ気持ちだったりがあったら多分深く入りすぎて手元が狂うというか、なので今はもう心を沈めて、なんか祈りに近いような気持ちで彫る前は木と向き合うようにしてます。
でも欲を言えば、本当はもっと自然の中で暮らしたいなっていうのが、ここよりもっとっていう思いが僕はあります。多分こもるのが好きだと思うんで、山奥とかにこもって木と向き合う器を作ることで、自分と向き合ってもっと、自分が整えば整うほどもっといいものができるんじゃないかなって思って木工してて、すごい自分とも向き合う機会をもらっています。やっぱ家族がいるから売らないといけないっていうのが、そこら辺の葛藤もあったりしたんですけど、今はもう自分が作りたいものをもう素直に作りたいなって思ってやってます。はい。何なんでしょうね。でも裸足の方がいいものができる気がするといえばあれなんですけど、でもしっかり自分の足で地面踏みしめて自分をさらけ出す感じなのかな。ちょっと合気道今行ってて、すごい地面をしっかりと踏むっていうことをすごい教えてもらってて、それもすごい作品に生かされているんじゃないかなっていう、思いもあって、そのしっかり大地を踏みしめて、大地からの力をなたにつなげて、それを形にしたいなっていう思いですかね。でも昔から裸足好きなんもう大体あんまり靴下とか靴とか窮屈であんま好きじゃなくて、で最近でも冬寒くて結構靴下履くんですけど、昔はもう冬でも裸足に草履みたいな裸足の方が好きですね。自分がやってて裸足の方が気持ちがいいんで裸足でやってます。裸足の方が開放感があるし、そっちの方が自分をもっと解放してそれを作品に表現したいなっていう感じですか。もう妥協したくないなっていうか、ちゃんと自分がもうやっぱ売りたくないなってこれ自分の手元に置いときたいなっていうものを作りたいっていうか、って思ってます。なかなかでも毎回できることじゃないんですけど、ナタのさっきも言ったように偶然っていうか、全然自分の枠を超えてきた形にそれに感動したり、その時はもうすごい漆も緊張して塗ってますもう形がもうね、本当感動的な形に出会えるんで、